我々人類はどのようにして誕生したかあなたはご存知だろうか。猿から進化したのか、はたまた神によって作り出されたのか。もしそのどちらでもなく謎の宇宙人によって作られたものだとしたら、にわかりが信じられないこの宇宙人起源説の真相に迫る。はい、どうもアルゴメトリーのケンちゃんです。冬といえばこたつにみかん、そして私ヤミコね。なんだその笛というわけで今回は人類の起源にまつわるある説をご紹介しやす。一般的に我々人類はダーウィンの進化論に基づいて生まれたとされているんですが、実はアヌンナキという宇宙人によって作られた生物だったという説をご存知ですか？何それ、アヌンナアヌンナキ、キ聞いたことないわ、そんな。遥か遠い惑星から降り立った宇宙人アヌンナキ。知的生命体である我々人類を作った方法とその真の目的とは。宇宙からの来訪者アヌンナキ。1849年、イラク・クウェート南部にあったシュメール文明の遺跡からシュメール文書と呼ばれる14枚の石板が発見されました。シュメール文明とは紀元前3800年頃、ユーフラテス川地域に栄えた人類最古の文明です。この文明を築いたシュメールの人々は突然現れ、現代文明に匹敵する高度な技術を用いて瞬く間に都市社会を構成したとされています。そんなシュメール人が記したとされるこの14枚の石板。考古学者のセガリア・シッチンが石板を解読したところ、そこにはある驚愕の事実が。それはシュメール文明を起こし人類を創造したのはなんとアヌンナキという宇宙人だというのです。なぜ石板を読んだだけでそんなことがわかるのでしょうか。それは石板に当時では考えられないような高度な知識や技術が記してあったからなんです。医療技術においては白内障の治療技術である眼球の混濁部分の除去方法が記してあったといいます。天文学の知識に至っては現代天文学の視点から見ても極めて正確だったんです。当時の人々が知る由もない太陽までの距離ばかりか、その配列、軌道、相対的な大きさが書かれていたというのです。さらにシュメール文書には海洋性の性質についても記してありました。表面は赤緑色であり、水は潤沢で沼地の植生のような斑点があると書いてあったんです。そしてこの特徴は1989年に米国無線宇宙探査機ボイジャーが海洋星に接近し、その地表に関して送信したデータに映し出された姿と一致していたというのです。いや、すごすぎですよね。ここで古代シュメール遺跡に書かれていたアヌンナキの姿を見てみましょう。このようにアヌンナキの人々は古代シュメール文明の遺跡の絵の中で鳥のような頭を持つ人間としてその姿が描かれているんですが、この姿は彼らが宇宙服を着ている姿だとされており、実際の見た目は人間とあまり変わらないとされているんです。しかしその身長はなんと10メートル以上にもなる巨体で、寿命はなんと数十万年だと記されています。でけえなおい。そんな彼らアヌンナキはとある惑星から地球にやってきたとされています。その惑星とは彼らが石板に残した太陽系図に記されているんです。高度な天文学知識を持つ彼らですが、その太陽系図には現代の認識と決定的に違う点が一つだけあったんです。それは水金地下木土天海冥まで書かれた惑星に火星と木星の間を通る超楕円軌道を持った惑星があったんです。そう、その惑星こそがアヌンナキの生まれた星ニビルなのです。シュメール語で交差する星を意味するこの惑星ニビルは3600年周期で太陽を一周しており、太陽系を横切るような軌道を持っていると石板には記されているんです。しかしこのニビルという星は本当に存在しているのでしょうか。1982年、ワシントン DC にあるアメリカ海軍天文台でロバート・ハリンソンという人物が冥王星の外側に惑星クラスの天体があるという主張をして、その天体を惑星 X としました。そしてその直後、なんとあの NASA もが同様に惑星 X が存在している可能性を示したんです。そして考古学者シッチン氏はその惑星 X こそが惑星ニビルであると提唱しているんです。そんな惑星ニビルですが、45万年前に突如として滅亡の危機を迎えることになります。その理由は惑星ニビルの大気圏に亀裂が入り、有害な宇宙船が地表まで届くようになってしまったからだというのです。アヌンナキはその解決策として粒子状の金を大気中に散布することで人工的な大気圏を作り、宇宙船から地表を守るという方法を考えたんです。しかしここで一つの問題が、悲惨なことにニビルには十分な金の資源が残ってなかったんです。そこでアヌンナキたちは金の採掘先として他の惑星の探索を始めます。そこで発見されたのが地球だったというわけなんです。
決死の思いで地球へ遠征に来たアヌンナキでしたが、金の採掘は困難を極めます。そこでアヌンナキたちはある計画を考えたんです。アヌンナキの王の息子エンキを筆頭に実行されたその計画とは。いやもう大気中に金巻くってめちゃくちゃ贅沢で、確かに。いやね、本当のことを言うと、その計画こそが我々人類を作り出すことだったんですよ。そうなの？ルルアメルプロジェクト。地球での金の採掘を指揮していたのがアヌンナキの王の息子エンキでした。アラビア海近くの海中で金を発掘していたエンキたちはエリドゥという基地をメソポタミアに建設。しかし海の中での金の採掘作業は困難を極め断念せざるを得ない状況になってしまったんです。そこでエンキは採掘場所を変更し、金が豊富なアフリカの近郊で金を採掘することにしたんです。しかしそこでもアヌンナキたちの金採掘は困難を極めました。慣れない地球での金の採掘作業はアヌンナキたちにとって非常に重労働かつ長期にわたる作業になってしまったんです。そのためついにはアヌンナキの労働者たちによる反乱が起きてしまったんです。困り果てたエンキはアヌンナキの労働者の反乱を収めるためのある計画を思いつきます。その計画とは原始的労働者を作り出すルルアメルプロジェクト。そう、これこそがアヌンナキがもたらすことになった人類の起源なのです。どういうことか説明すると、ルルアメルプロジェクトは地球に存在する生き物に遺伝子操作を加え、金採掘ができる程度の簡単な知能を与えるというものでした。この計画には、ニンギシュダッジ読みづらいなという優秀なアヌンナキの科学者の監修のもと進められました。このニンギシュダジッタは後にピラミッドの建設を手掛けるなどの功績を残しているとされており、エジプト神話ではトト神として登場します。この労働者の創造には反対するアヌンナキもいたんですが、アヌンナキ自身も何者かにより作られた存在であることから、この計画を実行することに。この計画の実行にあたってはある必要なものがありました。それは遺伝子操作を加えて金採掘が可能な知能を持つ生物の存在だったんです。ある日エンキは拠点から100キロ北の平原地帯に珍しい生き物がいるという噂を耳にしたので行ってみることにしました。そしてその平原で目を疑うような生き物に遭遇したんです。一見4足歩行に見えるその生き物は前足を手として使い、後ろ足で直立していたんです。さらには立ったまま歩く姿も目撃したんです。彼らは群れをなし平原地帯の茂みでひっそりと暮らしていました。そんな彼らを見たエンキはその生き物が知性を持つことを直感します。そう、その生き物こそが後にホモエレクトスとして知られるようになる人類の祖先だったんです。しかし簡単に作り出すといっても、ホモエレクトスがどうやって人類を作り出したのかよくわかんないですよね。実はそれには現代の科学医療にも共通するある方法が用いられていたんです。その方法とは人工授精。どのように人工授精するのかというと、アヌンナキにも人間と同じように男性と女性の区別があったんです。まず男のアヌンナキからテーマとシルという異なる物質を取り出します。テーマは記憶などを保存する遺伝子、シルは男性のアヌンナキからしか採取ができないいわゆる精子です。このアヌンナキのテーマとシルを試験管型の筒の中でホモエレクトスの卵子に受精させ、その後母体となる女性のアヌンナキの子宮に着床させるというものでした。この時すでに人工授精の技術を確立させていたなんてにわかには信じがたいですよね。しかしこの計画はアヌンナキたちが持つ高度な知識や科学技術をもってしてもうまくいかず、いい労働者の創造はすぐには成功しなかったんです。実験過程では半分神半分人間といった様々な奇妙な生物が大量に誕生したそうです。その後試行錯誤を繰り返し、ついに生まれた人類の第1号、それに付けられた名前はアダマ。皆さんはこのアダマという名前どっかでこの響きに聞き覚えないですかね。そう、このアダマは旧約聖書の中のアダムとイブに書かれている神が一番最初に創造した人間アダムと一致するんです。さらに言うと人類の起源はアフリカであるとするアフリカ単一起源説。それはアヌンナキによるルルアメルプロジェクトがアフリカの地で行われていたということに繋がってくるんです。いや面白いですよね。しかしこうなってくると、最も有名であり教科書にも載っている人は猿から進化したというダーウィンの進化論とは全く違うことになってくるんです。アヌンナキ説はまるでおとぎ話のように聞こえてきますよね。ですが実はこの進化論を唱えたダーウィン自身も進化論に一番当てはまらないのが人間であると語っていて、人が猿から進化したという説は否定していたというんです。さらにダーウィンと共同研究していたアルフレッド・ウォリスに至っては、猿から人類が誕生するなどありえないとし、猿は猿であり人間は人間で変わりはないとはっきり言い切っていたというんです。なぜこんなことを語っていたんでしょうか。
まず人間は他の生物に比べて突然変異とも言えるほどかなり短い期間で進化を遂げていると言えます。例えば首が長いキリン、この姿になるまではなんと2500万年かけて首が長く伸びたとされているんです。それに比べて人間は猿と人間の進化の過程になければならない期間が存在していなかったんです。これを人類進化の空白期間、通称ミッシングリンクと呼び、人類史最大の謎とされているんです。つまり私たちって宇宙人とのハーフってことよね。まあヤミコさん見てるとね、あながち間違いじゃないかもしれない。誰が宇宙人の実行にめよう。人間を作り出したアヌンナキなんですが、実はその後もね、人類の歴史に大きく関わっていたんです。まあね、それではね、実際に見ていきましょう。人類を導いたアヌンナキ。実はアヌンナキは人類を作り出しただけではなく、人類の存亡にも欠かせない存在だったんです。一体どのように人類に関わってきたのでしょうか。アヌンナキは自分たちが作り出した人類をより良い労働者とするべく、知恵と知識を与え育てていったんです。その結果、人類は文明を築き、人口も増えていったんです。しかしこの状況をエンキの兄弟であるエンリルはいずれ成長した人類が反乱を起こしてニビルが乗っ取られるのではと警戒していたんです。そんな中、紀元前1万年前に3600年に一度のニビルが太陽に大接近する時期が来たんです。ニビルほどの天体が太陽に接近すると重力に影響を与えて太陽活動が活発になり、地球上で火山活動の活発化や温暖化などの影響が出てしまうそうです。過去のニビル接近の際も地球はたびたび大災害に襲われていたそうです。しかし地球で大災害が起こることを予期したアヌンナキはニビルに帰る者もいれば宇宙船に戻り地球を見守る者もいたんです。これに乗じてエンリルは大災害により人類を滅ぼそうとしたんですが、それに対してエンキと人気読みにくいなは人類の滅亡をさせるつもりはなく、人類の滅亡を阻止する計画をします。地球規模の大洪水の発生を予測したエンキとニンギシュジッターは忠実な側近であったジュースドラに巨大な箱舟の建造を命じたんです。命令に従い巨大な箱舟を作り上げたジュースドラは箱舟に彼の家族と地球上の全ての生物のつがいを乗せ、大洪水を何とか乗り切り地球上の生物の滅亡を逃れたんです。この話どっかで聞いたことないですか？大洪水、そして箱舟。そうです。これは旧約聖書の創世記に登場するノアの箱舟伝説と一致するんです。つまり箱舟を作ったジュースドライコールノアということになるんです。そしてまだこの話には続きがあるんです。人類が大洪水で生き残ったことを知ったエンリルは激怒したんですが、よく考えれば人類が繁栄すれば引き続き労働力となりアヌンナキの利益になる可能性もあると考え直すことにしたんです。クソだな。そのためアヌンナキたちは大洪水を生き残った人類を導き文明復興の手助けをしてくれたんです。アヌンナキたちはメソポタミア、エジプト、シナイ半島、インドを人類文明繁栄の地と定めました。それがシュメール文明が基盤となって栄えたメソポタミア文明、ニンギシュジッタが都都神として大きく関わるエジプト文明、そしてインドのインダス文明として現代でも語り継がれる古代高度文明だったんです。ダークウェブで見つかったとされるこの動画、白い仮面をかぶったマネキンが意味不明な行動を繰り返し続けている。この不気味な動画に隠された驚きの真実とは？